こんにちは。今回はこちらのサコッシュを編んでいきます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらセリアさんで購入したプリンセスモールで編んでいきます。カラーナンバーは8番で、かぎ針は6号から7号になっています。今回は7号で編んでいきます。持ち手の方はセリアさんで購入したものを使用します。それと 18mm ぐらいの D カンを2つ使用します。では楕円底を編んでいきます。今回も1模様6目になります。なので楕円の最終段の1周を12の倍数になるように編んでいきます。今回は作り目の鎖編みを23目、そして1、2、3、3段編んで、最終段の1周を12の倍数の60目になるように編んでいきます。大きさを変更したい方は、作り目の鎖編みを6の倍数マイナス1にして、その奇数の段が12の倍数になりますので、調整して編んでみてください。では糸端を15センチぐらい取ったところに、最初の作り目を作って、ここから鎖編みを23目編んでいきます。1、2、3。では23目編んできました。ここから楕円を3段編んでいきます。楕円の詳しい編み方は概要欄に貼り付けていますので、わからない方はよかったらそちらを参考に3段編んでください。では3段編んできました。次、側面の1段目からは模様の区切りを真横にしたいので、次の段は2目戻った1、2、ここからスタートしようと思います。では、最初と最後の目を間違えないように印をつけておこうと思います。最後に引き抜いたところをほどいて、で、ここが一番初めですね。一番最初の細編みにマーカー。そして、一番最後の細編みにもマーカーをつけておきます。その右のところが次の段のスタートのところですね。そしたら、針を戻して、ここの一番初めのところですね。ここに針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。では編みやすいように糸を渡します。ループを引き伸ばして、このループの中に糸玉を通します。そしてループを引き締めます。そしたらスタートのところですね。ここですね。ここに針を入れて、そしてかけて引き抜きます。次はここから編んでいきます。では1段目ですね。ここからここまでの6目が一模様になります。まず細編み、中長編み、そして次の3目はそれぞれ長編みを2目ずつ編んで増し目をしていきます。そして中長編み、これが一模様ですね。で、次からまた同じように細編みから始まって中長編み、長編みの増し目、中長編みと編んでいきます。で、今回は次の段で
細編みが分かりづらいので、拾う目を間違えないように、細編みの頭にマーカーをつけて編んでいくといいと思います。では側面の1段目を編んでいきます。まず細編みなので、鎖1つで立ち上がります。足元の細編みの頭に針を入れて、細編み。ここはスタートなので、スタートのマーカーを入れておきます。そしたら次のここのマーカーのところですね。ここには中長編みを1つ編みます。針に糸をかけて、次の細編みの頭に針を入れます。マーカーを外しておきます。頭に針を入れて、中長編み。そしたら次はここのマーカーですね。ここから3目は長編みの増し目を編んでいきます。針に糸をかけたら次のマーカーですね。ここに長編みを2目編んでいきます。長編みを1、2かけて、次のところも1、同じところに2、次のところも1、2、針に糸をかけたら、次は中長編みを1つ編んでいきます。中長編み。これが一模様ですね。そしたらまた細編みから編んでいきます。次のところに針を入れて、細編み。そしたら細編みのところには違う色でマーカーをつけておきます。次の段から細編みが分かりにくいので、マーカーをつけておくと分かりやすくなります。そしたら細編みの次は中長編みですね。次のところに針を入れて、中長編み。次から1、2、3。ここは長編みの増し目を編んでいきます。次のところに針を入れて、長編みを1。同じところに2。次のところも1、2。次のところも1、2。そして次のところは中長編みを1つですね。これでまた一模様ですね。そしたら次はまた細編みからですね。次のところに細編み。細編みはマーカーをつけておきます。で、また次から中長編み。そして次の3目で長編みの増し目。そして中長編みですね。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。ではここからぐるっと一周編んできました。細編みのマーカーが全部で10個ついています。最後に中長編みを編んだら、一番初めの細編みの頭に引き抜いていきます。一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。では次はこの赤いところの2段目ですね。2段目から4段目までは、この2段目の編み方と同じ編み方になります。このくるっとなったマークは表引き上げ編みで、中長編みは中長編み、長編みは長編みで、それぞれ表引き上げ編みで編んでいきます。そして細編みは、下の段の細編みの頭を拾って、普通に細編みを編んでいきます。では2段目ですね。まず鎖1つで立ち上がったら、さっき引き抜いた一番初めの細編みの頭に針を入れて、
細編み。ここは一番初めの細編みなので、スタートの色のマーカーをつけておきます。そしたら針に糸をかけて、次の中長編みですね。ここをこちらからこのように中長編みごとすくいます。こんな感じですね。そして糸を持ってきて、中長編みかけて、次の長編みをまた同じように表からこのようにすくいます。そして糸を持ってきて、長編み。次の長編みをすくって、同じように長編み。また次ですね。長編みには長編み、中長編みには中長編みという感じで拾っていきます。ここも長編み。長編みが6目ですね。そしたらここですね。ここの中長編みを拾って、中長編みの時は中長編みですね。そしたらここが細編みの頭ですね。細編みの頭に針を入れて、ここは普通に細編み。また次の段のために細編みの頭にマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、次はここですね。この中長編みを拾って、わかりにくいときは、次が長編みの増し目ですね。こんな感じで V になってますね。V の右が、ここが中長編みですね。針に糸をかけたら、中長編みを表から拾って、表引き上げ編みですね。次はこの長編みですね。一つずつ拾って6目長編みを編んでいきます。2、3、4、5、6。次はここ中長編みですね。ここを拾って引き上げ編みですね。そしたら次の細編みはここですね。ここの中長編みとくっついているので、マーカーがあるとわかりやすいですね。細編みには頭を拾って細編み。またマーカーをつけておきます。そしたらまた次から中長編み、長編みと同じように拾っていきます。少し膨らんできましたね。こんな感じで一周また編んでいきます。ではまた一周ぐるっと編んできました。そしたら最後はここの中長編みですね。ここを忘れないように中長編みを拾って、そして引き上げ編みですね。そしたらここの一番初めのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。では3段目ですね。2段目と同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上がったら、足元の細編みの頭に針を入れて、細編み。ここはスタートの細編みのマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、ここの次の中長編みですね。わかりにくいときは、さっきみたいに、ここの長編みの増し目の V ですね。V の一つ右のここですね。ここを表から拾って、中長編みの表引き上げ編み。
次からは6目ほど、今度は長編みですね。1、2、3、4、5、6。で、次は中長編みですね。中長編みを拾って、中長編み。そしてここのマーカーのところですね。このくっついたところですね。細編みの頭に針を入れて、細編み。また次の段のためにマーカーをつけておきます。そしたら、また次ですね。次の中長編みを拾って、また同じように編んでいきます。長編み。こんな感じで、次の4段目まで同じように編んでいきます。では側面を1、2、3、4、4段編んできました。ポコポコ模様ですね。では次の段で減らし目をして、広がった模様を今度は縮めていきます。では次は青いところの5段目ですね。この段は増し目をした長編みは細編みの2目1度で減らします。それ以外の細編み、中長編み、ここは頭を拾って細編みを一つずつ編んでいきます。では5段目ですね。鎖一つで立ち上がったら、足元の細編みの頭を拾って細編み、頭にマーカーをつけておきます。次は中長編みですね。ここも頭を拾って細編みを一つ。次からは減らし目ですね。次の長編みの1、2、ここでまず減らしていきます。次の長編みの頭を拾って糸を持ってきて、未完成の細編みですね。次の長編みの頭を拾って糸を持ってきて、2つ目の細編みの未完成ですね。そしたらかけて全部引き抜いて2目1度減らし目ですね。長編みの1、2、2目から細編みが1目になりましたね。次はここの2目ですね。減らしていきます。次の長編みの頭を拾って糸を持ってきます。また次ですね。そしてかけて引き抜いて減らし目ですね。次はこことここですね。次の長編みを拾って1、次の長編みの頭を拾って2、そして引き抜きます。これで長編み6目から細編みが3目ですね。こんな感じで縮まってポコポコ模様が出てきましたね。そしたら次ですね。ここですね。ここに糸が入っているので、ここですね。次の中長編みの頭を拾って細編み。次はここのマーカーのところですね。細編みの頭に針を入れて細編み。また次の段のためにマーカーをつけておきます。また同じように次中長編みですね。ここも一つ。で、次からまた減らし目ですね。長編みの一つ目、1、二つ目に糸を持ってきて減らし目。また次ですね。1、2、引き抜いて減らし目。次のところに1、2、減らし目。で、次中長編みですね。頭を拾って細編み。で、また次の細編みですね。細編みに針を入れて、
細編み。そしてマーカーをつけておきます。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。最後は中長編みまで細編みを編んでいます。そしたらここの一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めます。ではこの側面の1、2、3、4、5、5段までが一模様になります。次の6段目は1段目と同じ編み方。そして7段目から9段目までは2段目と同じ編み方ですね。そして10段目でこの細編みの減らし目ですね。こんな感じでこのポコポコ模様を全部で4模様を編んでいきます。では4模様編んできました。ではもう少し口を縮めたいので、両端の細編みあたりですね、マーカーをつけてるんですけども、そのあたりで2目一度でもう少し口を縮めていこうと思います。そして両端に D カンを編みくるみながら編んでいきます。でははじめに D カンを編みくるみながら編んでいきます。鎖一つで立ち上がったら、足元の細編みと D カンに針を入れて、編みくるみながら細編み。ここにマーカーをつけておきます。次の細編みと D カンに針を入れて、また編みくるみながら細編み。ここはとりあえず細編み2目で編みくるみます。で、ぐるっと一周編んで、最後の1目をまた同じように編みくるんでつないでいきます。そしたら次のところは頭を拾って普通に細編み。増減なく編んでいきます。で、マーカーの減らし目のところですね。このあたりで減らし目をしていきます。ここに糸を持ってきます。次のところも糸を持ってきて、またさっきと同じように2目一度で減らし目ですね。そしてまた次からは増減なく編んでいきます。こんな感じでまた次のマーカーのところで減らし目をしながら編んでいきます。ではここから編み始めて、2箇所で減らし目をして、今度はもう片方の端の方に来ました。ここの3目で D カンを編みくるんでいきます。辿っていくと、この中長編みですね。中長編み、細編み、中長編み。この3目で D カンを編みくるんでいこうと思います。次のところが中長編みですね。ここで D カンも編みくるみながら細編み。次のところと D カンに針を入れて細編み。また次ですね。編みくるんで細編み。で、次のところから増減なく編んで、で、この辺で減らし目ですね。こんな感じで編んでいきます。では、ここからぐるーっと編んできました。両端に D カンをつけています。そしたら、最後一つ残ったところですね。最後のところに針を入れて、で、D カンにも針を入れて、そして細編み。そしてここの最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。こちらも細編み3目で編みくるんでます。では最後に一周引き抜き編みをしていこうと思います。立ち上がりはなしで、
さっき引き抜いた一番初めの細編みの次、二つ目の細編みの頭に針を入れて、引き抜き編み、ここにマーカーをつけておきます。また次のところですね。きつくなりすぎないように、様子を見ながら一周引き抜いていきます。ではぐるっと引き抜いてきました。最後はここですね。ここに針を入れて引き抜きます。最後はチェーンつなぎをしていきます。糸をカットして、ここで引き抜きます。とじ針に通したら、ここのマーカーのところですね。ここに針を入れて、で、最後の目に針を戻します。そして、鎖目がつながるように大きさを揃えて、あとは裏の方で糸始末をしてください。では、ショルダー紐をつけて完成です。ポコポコのちぎりパン模様がとても可愛く仕上がりました。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。